皆さんこんにちは。今回の動画は以前アップしたアフターエフェクツで文字 PV、ボカロ MV、動画師のテクニック集2024の動画の解説をしようと思います。この動画では AE で文字 PV を作るときに必要な要素を7つのパートに分けて作成しました。これから AE を覚えていきたいと思っている初心者の方に向けて、この動画がグラフィックを作る時のヒントになればいいと思っています。まずこの2つのパートを見ていきましょう。この2つのパートはどちらも曲のサビ部分のパートになります。左側の1番のサビは通常の 2D 空間でのテキストアニメーションです。このパートは最も基本的なテキストアニメーションの例として作成しました。それに対して右側の2番のサビはレイヤーの 3D スイッチをオンにした 3D テキストアニメーションです。このパートではテキストレイヤーだけでなく、主にカメラを動かすことでアニメーションを作成しています。この2つのパートは歌詞が同じ部分なので比較してみてみましょう。好みは別として比べてみてどうでしょうか。 AE では作業前にどのようにアニメーションを作っていくかを考えますが、アニメーションの作り方としてカメラを使うか使わないか、まず大きく分けるとこの2つを考えます。結論から言うと 3D 空間でアニメーションを作成する方がより複雑なグラフィックが作成できます。 3D 空間ではレイヤーは横軸の X、縦軸の Y に奥行きの Z 軸が加わります。奥行きが加わることで広く空間を生かすことができるので、できることの幅が広がります。実際できた映像を見てもカメラを使用した方がより広い空間を感じられると思います。それと比べると 2D 空間で作成したテキストアニメーションはどうしても表現の幅は狭くなります。できることの選択肢が少なくなります。カメラを使用しないということは言い換えるとカメラが固定されているわけですから、テキストレイヤーに画面内へインするアニメーションをつけて画面の外にアウトする、この繰り返しになります。奥行きがないため動きが文字通り平面的になり単調なグラフィックになりがちです。カメラを使用したパートでは 3D 空間にテキストレイヤーをこのように配置させてカメラを Z 方向にアニメーションさせています。このパートではカメラが奥から手前にバックして動いています。カメラに動いてもらうことで結果としてこのようなテキストアニメーションが作成できます。ここにさらにカメラだけでなくテキストもアニメーションさせることができますから、表現の幅が広がり複合的なアニメーションを作成できます。そしてカメラを使用する大きなメリットは被写界深度を設定できることです。カメラのフォーカス距離を操作することでピンボケを作ることができます。ピンボケは奥行き感を演出する最重要な要素です。このピントを操作することで視線を誘導したり広く空間を演出することができます。私たち人間の目も普段注目しているもの以外はボケて見えています。ピントが合っている部分から遠ざかるほどボケていきます。それが私たちのリアルなので、被写界深度をつけることはリアルでリッチなグラフィックを作ることにつながります。手前のキスの文字にピントを合わせている瞬間では奥に配置した円やキャラクターはボケて見えています。とは言っても当然カメラを使用するにはそれなりに知識が必要になりますし、 3D 空間では意識しなければならないことも増えます。どちらが初心者向きかといえば 2D レイヤーとしてテキストアニメーションさせる方がハードルも低いでしょうし簡単です。ただこの2つのアニメーションの構築の仕方があることは理解しておくべきです。大事なことは自分がどのような表現をしたいかを考え、それを実現するのにカメラを使う必要があるかないかを判断しましょう。カメラを制御するだけでこのようなアニメーションを作成できるわけですから、 AE のカメラ操作に慣れていない人は普段から積極的に使って自由にコントロールできるようにしておきましょう。次に解説したいのが最初のパートです。ここで説明したい重要な要素はシェイプレイヤー素材についてです。赤いネオンが映るガラス越しに見えるyour body、甘い言葉が誘う今夜も嘘に溶けてゆく。
モーショングラフィックスではシェイプレイヤーで作成された丸や四角、三角、ラインなどの単純な図形がよく使用されます。その理由はいくつもありますが、これらの基本的な図形はどのようなシーンでも邪魔をせず汎用的に使うことができます。つまり賑やかしのグラフィックアクセントとして加える素材として最適で、シーンの視覚的なバランスを保つのに役立ちます。まずこれらの単純な図形は複数組み合わせることで複雑な図形になります。一つ一つは単純でも使い方によっては非常に興味深いグラフィックを作成することができます。丸や四角、三角、ラインなどはその最小単位の要素だと思ってください。なのでこのパートは意識的に単純な図形を散りばめて作られています。特に冒頭で使われているこの6つのシェイプレイヤー素材に注目してください。このようなグラフィック素材をモーショングラフィックスでよく見かけますよね。これらの一見複雑そうなグラフィックも分解するとシェイプレイヤーで作成された単純な図形の組み合わせです。1つ目のシェイプレイヤー素材も分解すると円と放射線と破線を組み合わせてできています。ここではパーツの種類別で色分けしてあります。パーツ別に説明すると、まず円のシェイプレイヤーをサイズと線幅にアニメーションさせて波紋を作ります。これと同じものを9つ複製してタイミングをずらして出現させます。放射線のパーツはシェイプレイヤーで線をパスのトリミングで画面中心から外側に走らせたものを作ります。それをリピーターで放射状に16本に複製しただけです。リピーターとはシェイプレイヤーの便利機能で、パスを複製して配置するための機能です。この放射線は2つに複製してタイミングをずらして出現させます。次のパーツの破線はこれもシェイプレイヤーの機能で線を破線にしているだけです。この破線も2つに複製してタイミングをずらして出現させます。この3つのパーツを組み合わせるとこのようなシェイプレイヤー素材を作り出せます。2つ目のシェイプレイヤー素材も見た目はよく似ていますが、シェイプレイヤーの作り方が異なります。先ほどは線幅をアニメーションして波紋を作りましたが、こちらはシェイプレイヤーのパスを結合という機能を使っています。パスを結合とは 3D ソフトでいうブール機能のようなもので、パス同士の重なりや交差を利用して新しい形状を作成する方法です。パスを結合には4種類から選択できます。追加はパス同士を足して一体化するようにできます。型抜きはパス A をパス B で型抜きします。交差はパスの重なる部分だけを表示できます。中窓はパスの重なった部分を窓のように切り抜いて表示できます。今回この波紋では型抜きを使って外側の円のパスから内側の円のパスで形状を削っています。このように差の演算により合成されてこの波紋の形状を作っています。あとは波紋のタイミングをずらしてこのシェイプレイヤー素材を作成しています。このパスを結合も複雑な図形を形成する上で重要なシェイプレイヤーの機能です。このように丸や四角、三角、ラインなどの図形が広く利用される理由として、アニメーションの制作や操作がしやすいことが挙げられます。ここまで説明したように AE のシェイプレイヤーでは破線、パスのトリミング、リピーター、パスを結合などアニメーションを手助けするさまざまな機能が用意されています。さらにここではこのシェイプレイヤー素材を AE のトラックマットを使用して場面転換用に使用されています。これもよく使われる表現です。図形同士の重なりや交差を利用してシェイプレイヤー素材からシーンを乗り換えるためのテクスチャーを作成します。ここでは多くの図形を使用したシェイプレイヤー素材で黒から白に乗り換わるように作成しています。これをトラックマットのルミナンスキーとして使用するとシーンの場面転換の素材として使用できます。場面切り替えのことをトランジションと言いますが、この映像のようにシェイプレイヤー素材をトランジション素材としてシーンのつなぎ目に配置することはモーショングラフィックスでは一般的です。その形状の変化やアニメーションを通じてシーン間のつながりをよりスムーズにして独創的な表現をすることが可能です。最後に単純な図形をリピーターで複製して規則的なパターンを作成することもできます。汎用的な背景素材やテクスチャーとして重宝するので覚えておきましょう。このリピーターという無料プラグインを使えばシェイプレイヤーの機能のリピーターと同じような効果がエフェクトとして使用できます。こちらも一緒に使うと表現の幅が広がるのでおすすめです。このようにモーショングラフィックスを作成する上で
シェイプレイヤーの編集スキルは非常に重要になります。文字 PV、ボカロ MV でも例外ではなく、メインのイラスト以外の視覚的要素としてとても役に立ちます。動画師にとってこのシェイプレイヤーの扱い方は最も重要な部分と言っていいかもしれません。次に解説したいのがプラグインを使用したこの2つのパートについてです。アニメーションコンポーザーと AE ジュースはどちらもアフターエフェクツの2大素材集プラグインです。一言で言うならばアニメーションコンポーザーは比較的質が高く、 AE ジュースは素材の種類が豊富です。そしてアニメーションコンポーザーは定額を月額や年額で支払うサブスクサービスで割高です。一方の AE ジュースは買い切り版で安いというイメージです。どちらのプラグインもこのチャンネルで別の動画で詳しく解説しています。どちらのプラグインにも共通しているのはアニメーションプリセット、イラストなどの素材、トランジション素材など文字 PV と相性のいい素材が大量に収録されているので作業時間を時短できるプラグインです。ここで私が言いたいことはこれらの素材集を使うという選択肢があることです。この動画を見てくれている人はいろいろな属性の人がいると思います。制作会社で映像の仕事をしている方はこのような素材集を使うのに抵抗がある人もいると思います。フリーランスで個人で仕事を受けている人は作業効率を求めてすでに使っている人もたくさんいるでしょう。 AE 初心者で自分でグラフィックやアニメーションを作れない人もクオリティの高い映像を楽して作りたいはずです。今の時代は映像が量産される時代ですから、使えるものはうまく活用するべきです。これらの素材集プラグインを使えばクオリティが高いものがすぐに使えます。そのまま使うのに抵抗がある人は使った上でそこから学んだり自分のオリジナルに見えるように加工して使えばいいのです。一から作るより確実に作業時間の短縮になります。特に AE 初心者の人にはぴったりです。まずこれらの素材集プラグインを使うという選択肢があることを知ってください。まずアニメーションコンポーザーを使用したパートの解説をします。このパートのテキストアニメーションにはテキストプリセッツというパッケージを使用しました。これはワンクリックでテキストにアニメーションが付けられるパッケージです。アニメーションは875種類から選べます。さらにプリセットは適用した後でアニメーションの具合を細かく調整できます。そしてビルや電車などのイラストはアニメイテッドイラストレーションズというパッケージを使用しています。このパッケージにはアニメーション付きのイラストが1000種類以上収録されています。このパッケージのイラスト素材は全てシェイプレイヤーで作成されているので、色や形もインポート後に自分で編集することができます。さらにこの水しぶきの素材は 2D スペシャルエフェクツというパッケージを使用しています。このパッケージには500種類の炎や雷や煙など手書きのエフェクトが大量に収録されています。この水滴やハートマークはハンドドローンスタッフというパッケージを使用しました。600以上のアニメーション付きの可愛い手書きのイラストが使用できます。では実際に作成した映像を再生します。終電渋谷のビルは笑う気さらさらないわ。書き消してミュージック画面の文字に落ちる雫が心にじませる。こちらがアニメーションコンポーザーの全パッケージです。今回使用しなかったパッケージもあるので、興味がある人は概要欄からアニメーションコンポーザーのページを見てみてください。そして次に AE ジュースを使用したパートの解説です。こちらも使用したテキストにはアニメーションプリセットで動きをつけています。水しぶきの手書きエフェクトにはリキッドエレメンツというパッケージを使用しました。このパッケージには大量の手書きエフェクトが収録されています。そしてこちらの場面切り替えのグラフィックにはモンスタートランジションズ、リキッドトランジションズというパッケージを使用しました。このパートの背景素材にはアニメイテッドバックグラウンズというパッケージを使用しました。このパッケージにはアニメーション付きの背景素材が多数収録されています。では実際に作成した映像を再生します。週末の雨に持て余した体また求めてるコンフォー不意に響いた電話に戸惑うから目を閉じる。もう泣かない。こちらが AE ジュースの主なパッケージが揃っている
iWant It Allバンドルライフタイムに収録されている全パッケージです。 AE ジュースで圧倒的に一番購入されている商品で、80以上のパッケージがセットになった商品です。先ほどアニメーションコンポーザーのパートで紹介したパッケージに対応したものが AE ジュースにも収録されています。 AE ジュースの作れるグラフィックの幅、パッケージの種類はアニメーションコンポーザーより多いです。興味がある人は概要欄から AE ジュースのページを見てみてください。購入する場合はぜひ 20% クーポンを使ってください。 AE ジュースにはアニメーションプリセットやイラスト素材などの使用頻度が高いパッケージの他に、マニアックなパッケージも多く収録されています。全80パッケージの中の一部を紹介しますので、このようなパッケージがたくさんあると思ってください。まず1つ目はグリッチノイズ表現です。ここではグリッチパックというパッケージを使用しています。グリッチパックでは多数のグリッチ表現のタイトルや背景が収録されています。今回はこの中から2つを選んで使用しています。このグリッチパックには全部で141種類の素材が収録されています。続いては新聞をモチーフとしたアニメーションプリセットです。ここではニュースペーパーコンストラクターというパッケージを使っています。このパッケージではニュース速報やフロントページ、引用など8カテゴリー90種類以上のテンプレートを使用できます。使い方は簡単で、インポートしてテキストや画像を差し替えるだけでリアルな新聞の表現ができます。最後にガラスの割れるようなグラフィックについてのパッケージです。ここではブロッケングラスというパッケージを使っています。このパッケージでは70種類以上の素材を使用できます。マニアックな表現ですが、グラフィックの種類が多い AE ジュースならではのパッケージです。ここまでの素材が網羅されている AE ジュースでしかできない表現だと思います。このようにこの2つのパートではほとんど素材集プラグインをそのまま使用しているので、私はとても楽をしています。プリセットをワンクリックで適用し、テンプレートでは文字を打ち替えるだけでグラフィックが作れます。どちらのプラグインもできることは似ていますが、それぞれ何ができるかを知っておくことが大事だと思います。使っていない人はぜひ上手に利用してみてください。次はノイズ&ブリッジのパートについてです。ノイズやグリッジは使う頻度が高いお決まりの表現で、 CG デザイナーにとって突き詰める価値のある表現です。このパートでは以前グリッチの使い方を解説した動画がありますので、詳しく知りたい方はこの動画を見てみてください。このパートはこの解説動画で紹介したグリッチテンプレートをそのまま使っています。突き抜くベースグラスにリップなびく髪、どこで踏み外した熱いギター、踊るワンピース、悪口はもうやめた。ではいよいよ最後のパートの解説です。今回この動画で一番解説したいのがこのパートです。このパートでは出来上がった映像を連番ファイルとして書き出して、そこに Photoshop のアクションで1枚ずつ画像を加工しています。音付きで再生します。ゆらりぐらめく夜は Maybe 明日ここで笑える私、もっと強くなれば変われるなら愛なんていらないわ。左側が AE で作成した元のテキストアニメーションです。そして右側が連番ファイルに Photoshop のアクションで加工した後の映像です。今回はデッサンしたような質感を加えられるアクションをかけて加工しています。このフィルターをかけるということがいかに便利かということを解説したいと思います。まず皆さんはこちらの2つの映像を合成するときにどのようなことを意識するでしょうか。このまま合成しても当然このように違和感があります。この違う環境で撮影された映像を同じ環境に合わせる必要があります。まず最初にこのカップルの映像から AE の機能のスタビライズによりカメラの手ブレを取り除きます。そして次に映像から画面にかかっているノイズも取り除きます。ではもう一方のグリーンバックの男性を AE のエフェクトキーライトできれいに切り抜きます。これを合成します。切り抜いた男性をトーンカーブで色味を調整します。ブラー、カメラレンズでカップルと同じくらいのボケ具合にします。最後に画面全体にノイズを加え直します。
そして画面全体をエクスプレッションのウィグルでゆっくりと揺らし、カメラの手ぶれを加え直します。これで大まかな合成ができました。合成する場合はこのような工程を踏む必要があります。これは単純に2つの映像の環境を合わせてあげるための作業です。特に今回解説したいのが最後にノイズを加えた部分です。これは同じ環境に無理やり合わせるためのノイズです。今回は粒子ノイズですが、例えば操作線を加えてあげればモニターの中の映像という同じ環境に無理やり入れることができます。ここにもっと極端にノイズを加えていけば別のところから来た2つの映像もなじませることができます。このように画像加工、フィルターをかけるということは単純に映像に好みの質感を与えることができるほかに、複数のテイストの違う映像をなじませるという重要な役割があります。話がだいぶそれましたが、今回使用した Photoshop のフィルターで画像加工することはその最たるものです。では最初の元の映像を合成した違和感のある状態に戻ってこのフィルターをかけてみましょう。どうでしょうか。あれほど違和感があった2つの映像の合成が気にならなくなります。色は多少合わせてあげるべきかもしれませんが、ボケやノイズなどの違和感に関してはここまで加工してしまえば関係なくなります。そしてこれは実写映像に限ったことではありません。こちらをご覧ください。これが加工前と加工後のグラフィックです。加工前のグラフィックを見てください。加工前のグラフィックは UFO やロケットはフリーのイラスト素材、星はエレメント 3D の 3D モデル、地球儀の中は航空写真、その中に YouTube チャンネルのロゴ、背景はパーティクルを飛ばしています。自分で言うのもなんですが、このグラフィックはかなり適当にいろいろなところから素材を持ってきていて、実際素材のテイストが全てバラバラで、全体のグラフィックとしては全然成り立っていないと思います。それが全体にフィルターをかけるとこのように無理やり同じ環境にすることができるのです。この手法を使用すればグラフィックは大まかに合成すればいいのです。これはものすごく当たり前のことを言ってますが、ものすごく重要なことです。これがこのパートで私が言いたいことです。個人的には例えば今回で言うと AE ジュースパートなんかはいろいろなパッケージを使用したのでテイストがバラバラになってしまいました。これを同じ作品として見せるには統一感がないので、パート全体にフィルターをかけてみましょう。するとラストの新聞のところやネオン、ガラスの実写テイストの部分が他の部分と馴染んで統一感が出ましたね。このようなフィルターを活用することで AE ジュースなどの素材集の使い方も幅が広がりそうです。後処理でフィルターを使うことは無限の可能性を生みます。この Photoshop で使用できるフィルターはエンバトエレメンツでダウンロードできます。エンバトエレメンツは一言で言えばサブスク型の総合素材集サイトです。年間$198で映像素材や写真素材、グラフィックテンプレート、音楽、効果音、フォントなど1600万点以上のデジタル素材を無制限でダウンロードできます。私も普段この YouTube で使うためにエンバトで素材をダウンロードして使っています。エンバトエレメンツについては別の動画で改めて紹介したいと思いますが、ここで今回使用した Photoshop で使用できるアクションによるフィルターもダウンロードできます。エンバトエレメンツのリンクは概要欄に貼っておきます。検索方法は簡単です。検索カテゴリーをアドオンにしてアクションで検索をかけてください。すると画像加工のアクションが表示されます。Photoshop の複雑なフィルターがこれだけの種類から選べます。例えばこれは水彩画のような画像加工を加えられるフィルターですね。この ATN というファイルがアクションのファイルです。使い方はそのページの説明に倣ってください。あとはこのアクションを Photoshop で実行するだけです。アクションは編集もできますので、寝ている間に一括でアクションが完了するように、必要であればアクションを書き換えて実行しましょう。すると Photoshop が映像を加工してくれます。今回の動画はいかがだったでしょうか。前回アップロードした動画誌のテクニック集に比べて少し踏み込んだ内容になったと思います。前回の動画も合わせてみてほしいと思います。この動画ではざっくりとした全体像を解説しましたが、個別にもう少し具体的に解説した動画もアップするかもしれません。ぜひコメント欄で質問や感想等をいただけたら動画制作の励みになります。
この動画で使用したプラグインやサイトなどのリンクはすべて概要欄に記載しておきます。ぜひチェックしてみてください。今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴本当にありがとうございました。